皆さんこんにちは。今回は日本太鼓シリーズ最後として太鼓のメンテナンス方法をご紹介いたします。付け締め太鼓、法華堂太鼓の皮の締め方や平胴太鼓、長胴太鼓のお手入れ方法などお役立ち情報満載でお送りいたします。それではご覧ください。まずはメンテナンスの基本的な考え方ですが、やはり何と言っても太鼓を購入してきた時の状態をいかに保つか、お手入れというところがとても大切になってきます。胴や皮が傷んでいないか、皮の張りが適切かどうか、この2点がとても大切ですので、この2点を中心に話をしていきたいと思います。最初に良い音と悪い音を平胴太鼓で聞いてみましょう。皮の傷みが少なく張りが適切な状態の太鼓はこんな音がします。いい音ですね。反対に皮や胴の傷みが激しく皮が緩んでしまっている太鼓はこんな音がします。このような音になってしまったら、いくら練習を頑張っていい演奏をしても貧弱な演奏になってしまいます。直ちに手当てをしましょう。手当ての方法としては、主に胴の修理、皮の締め直し、または張り替えが挙げられます。多くの場合はご購入いただいた専門店や職人さんに依頼することになりますが、ボルト締めの付け締め太鼓や縄締めの法華堂太鼓では、私たち現場サイドで締め直しや張り替えをすることが可能です。後ほど紹介しますので、ぜひ参考にしてください。さて、胴の傷み具合の見分け方ですが、まずは皮が胴に当たっている縁の部分がデコボコしていたり、歪んでいびつになっていたら、胴の内部はこのような状態になっていると思って間違いありません。すぐに修理をする必要があります。また、明らかに大きなへこみやひび割れが胴の表面に入っている場合もすぐに修理を依頼しましょう。次に皮の張り替えと締め直しについてです。長胴太鼓、平胴太鼓など太鼓の皮を両止めしている太鼓、このような種類の太鼓は専門店や職人さんにお願いをすることになります。さて、そのタイミングはどんな時なのでしょうか。まず皮の状態を見てみましょう。明らかに皮が裂けたり破れたりしているものはもちろん、先に紹介した悪い音で表面がザラザラと剥離したり、胴の縁に当たる部分がすり減っていたら、その状態に応じて締め直しまたは張り替えが必要です。締め直しの場合、皮に強い力が加わるので傷み具合によっては不可能となります。また、4月に配信しましたボル2解説編で説明しました耳なしの皮も締め直しはできません。いずれにしても締め直しか張り替えかの判断は専門店や職人さんに状態を見てもらい、その上で費用の見積もりや納期などを具体的に相談してからにしましょう。さて、先ほど少し触れましたが、ボルト締めの付け締め太鼓と縄締めの法華堂太鼓は私たちの手で張り替え、締め直しをすることが可能ですので、その方法をご紹介していきます。まずは付け締め太鼓から解説していきます。まず用意するものとして、太鼓を締めるスパナ、ナットと同じ形のものを用意しましょう。そして床や太鼓が傷つかないように敷物を用意してください。また、手を怪我しないよう軍手を用意しましょう。
それでは早速締めていきます。今こんな音がします。つけ締め太鼓にしては少し低い音になっていますので、これから締め直していきたいと思います。まず太鼓を締めやすいように縦に置きます。締めたい面を自分の右側に置きましょう。締めたい面のナットは平輪の下側についていますので、そこにスパナをはめて手前に引いていきます。均一な力で締めていきましょう。ある程度止まるところまで締めていきます。次にバランスをよく締めていきたいので、今締めたボルトの対角線のボルトを締めていきます。ここですね。スパナをはめて手前に引きます。今ここの対角線が終わりましたので、次に横の対角線を締めていきたいと思います。はめて手前に一定の力で締めます。それの対角線です。はい、今対角線4つ終わりました。残りの対角線もバランスよく締めていきたいと思います。では他の面も対角線に締めていきたいと思います。手前に止まるまで。はい、これで片側が全部締め終わりました。叩いてみます。音が高くなりましたね。次に反対側の面も締めていきたいと思います。同じように対角線にバランスよく締めていきます。では最後のナットを締めたいと思います。はい、締め終わりました。叩いてみます。つけ締め太鼓らしい張りのある高い音になりました。もっと高くしたいなと思ったら、また最初に戻って順番にバランスよく締めていきましょう。次に桶胴太鼓の締め方です。桶胴太鼓には様々な大きさや形があるので、それによって締め方も若干変わってきますが、ここでは一尺六寸のごく一般的な大きさの太鼓で説明していきます。用意するものは先ほどと同じく敷物と軍手、そして締めやすいように机を用意していきます。なお今回は張り替えの場合としましたので、ロープをすべて外してバラバラの状態から説明していきます。それでは最初の支点作りから行っていきたいと思います。まず皮の上に太鼓の胴を乗せ、
もう1枚の皮も上にかぶせていきます。このような形になります。ではロープの先端を太鼓に通していきます。皮の下側から通し、皮の手前で輪を作ります。結び目が前に上になるようにしてください。ロープの先端を外側から輪に通し、裏を通り、また輪の中に入ります。ここで強く引っ張ります。この時にここに少し緩みができますので、この輪を、小さな輪を残すようにしましょう。次に縦締めをやっていきます。ここでご覧のように上の皮と下の皮の穴の位置が互い違いになるように配置してください。そしてロープの先端を支点と反対側の皮の下から通していきます。はい、通りました。次に上から通していきます。はい、通りました。このようにジグザグに通っていきます。これを繰り返していきます。この時に下から通す時に先ほどもそうでしたが、通りやすいように机の上に置いて少しこのように出してあげることで通しやすくなりますので、工夫しながら行っていきましょう。では続きもやっていきます。下から縄がこのようによれていることがありますので、よりを直しながら入れていきましょう。最後の穴になります。下から通して最後に最初に作った支点のこの輪に通していきます。はい、これで通し終わりました。今この状態ではロープを通しただけなので、ここからさらに縦に締めていきたいと思います。太鼓を横に倒し、ここが支点となっていますので、支点からロープを引っ張っていき、この緩みをなくしていきます。どんどん緩みを送っていきます。ある程度力強く引っ張り、ロープがこうピンと張るようにしていきましょう。
はい、ロープが緩まないように押さえながら引っ張ったら押さえて次を引っ張る。緩まないように引っ張っていきましょう。ここで一周してきました。支点に戻ってきました。はい、このようにピーンと張った状態が縦締めになります。ここで、少し注意なんですが、太鼓のこの、面の裏のところにこのように隙間があります。この隙間が、偏ってしまうと、太鼓の面にできる山がずれてしまいますので、面に対して胴が中心に来るように胴を押して溝が均一になるようにしていきましょう。はい、均一になりました。次に横締めを行っていきます。縦締めが終わった部分、緩い部分ですね。こちらが手前になるように太鼓をくるっと回し、縦締めが終わった部分が手前側に来るようにセットします。ここから支点と縦締めの終わりの2本を、つかみ外側から通します。でこのできた輪の中に今度は内側から外側に通していきます。ここで最初の結び目ができました。こんな形ですね。はい、この形から緩まないように結び目を押さえ、細くなっている方を2本結んでいくので、このロープを下から取り手前に引っ張ります。これで細くなっている方の2本を束ねることができます。斜めに引っ張り、ここの部分が緩まないように押さえてから、また次の細くなっているところを2本結べるように下からつかみ引いていきます。ここでくっと引っ張り、ここで緩まないように掴んでから離します。これを繰り返していき、下からつかみ引っ張る。また下からつかみ引っ張る。このようにしていくことで、ここに結び目が交互にギザギザにできていきます。では残りも締めていきます。引っ張り、繰り返し止めてから離す。最後です。
下から取り引っ張る、引っ張ります。ここで1周横締めが終わりました。最後に仕上げを行います。横締めがここで終わりました。支点のところにもう一度通し、横締めが緩まないように結び目を作り結んでいきます。はい、止まりました。最後にこのロープの処理の仕方ですが、2通りありますので説明していきます。一つは中心に、太鼓の中心に巻きつけていく方法です。引っ張り一周させます。一周したところでほどけないように縛っていきましょう。はい、これで完成です。次に2つ目のロープの収め方です。支点と隣のロープを2つで束ねていきます。このように何周もしていきます。ロープが短くなってきたらほどけないように縛ります。このような処理の仕方もあります。これで完成です。いい音になりました。なお、締め加減は強ければ良いというわけではありません。作業の途中で時々音を出し、締め具合を加減していくと良いでしょう。以上、ボルト締めの付け締め太鼓と縄締めの桶胴太鼓の締め直し方、張り替え方の方法を説明しました。なお、革の張り替えと胴の修理が同時に必要な場合は、その修理代がかなり高額になってしまうことがあります。その時は信頼できる専門店や職人さんに相談し、場合によっては思い切って買い替えを考えることも視野に入れておきましょう。最後に太鼓の保管方法を簡単に触れておきましょう。日本太鼓はその構造はとてもシンプルで頑丈なものですが、自然界の素材をもとに作られているので大変デリケートな一面も併せ持っています。ということで、その保管方法はとても重要になってきます。保管の際に最も気をつけなければならないのが湿気と水濡れ、そして直射日光の影響です。特に革はその影響を大きく受け、音が悪くなるだけでなく、著しく寿命を縮める最大の原因となってしまいます。したがってできるだけ日陰の風通しの良い湿気の少ない場所に保管してください。オフシーズンになると専用のケースに入れて保管することも多いのですが、月に1度ぐらいはケースから出して自然乾燥させることをお勧めします。またケースに乾燥剤を入れておくとさらに効果的でしょう。
直射日光が一定時間当たるような場所も避けましょう。皮や銅が早く劣化し、最悪の場合には形が歪んだりひび割れが発生してしまうことがあります。また万一屋外の演奏などで雨に見舞われてしまった時には、演奏が終わった後にできるだけ速やかに手当てをしましょう。まずできるだけ柔らかいタオルなどを皮や銅に強く押し当て水分を取ります。このように強く押し当てていきます。銅もギュッと押し当てて水分を取っていきます。この時急いでゴシゴシゴシと強く拭き取るような動き方をすると細かい傷をつける可能性がありますので、できるだけ避けてください。その後速やかに日陰の風通しの良い場所に移し、じっくりと時間をかけて乾燥させていきます。直射日光やドライヤーなどで強制的に乾燥させることは絶対にやめましょう。以上、日本太鼓のメンテナンスについてお話ししましたが、太鼓本体だけではなく太鼓を乗せる台やバチなどにも目配りをしてください。特にバチは子どもたちが直接手に触れるものですから、ご覧のように劣化してしまうとトゲが刺さったりしてしまい、思わぬ怪我につながるリスクがあります。十分ご注意ください。いかがだったでしょうか。今回の動画でわからなかったことや聞きたいことがありましたら、どうぞご遠慮なく当連盟にご連絡ください。連盟では関連事業の株式会社日本総合音楽研究とタイアップして、日本太鼓の専門家による出張指導、講習会、ご購入のための編成やメンテナンスのご相談など、幅広いバックアップ体制を整えております。概要欄に連絡先が掲載されておりますので、お困りの際にはぜひともご活用ください。そして今回の動画が少しでもお役に立ちましたら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。以上でシーズン5の日本太鼓シリーズは終了となります。次回からは装いも新たに鍵盤ハーモニカ応用編の配信がスタートします。どうぞお楽しみに。